先日、ジュジュ選手も言及していましたが、モータースポーツも、すでに男女による体力や筋力の差を認めたレースが必要になっています。モータースポーツは、体力差のある男性と女性とが、同じステージで戦うこととしています。これは、馬術もそうで、運動するエネルギーは主に馬が担い、体力や筋力で男性に及ばない女性であっても、馬を上手にコントロールすることで、互角に勝負できるからという理由だそうです。モータースポーツも、このような考えからスタートしていると思われます。すなわち走るのは車だから体力は関係ないとしたのでしょう。しかし現代のカーレースにおいてドライバーはアスリートであり、体力や筋力で運転に差がつくのは明らかです。男性と女性では体力面や筋力面では差が出ますので、その差を埋めるべく何らかのハンデが必要になります。最近では女性だけを集めたレースなどを開催していますが、世界中でレースに参加している女性の数を考えれば、女性専用の F1 が開催されるまでには相当の長い年月がかかるのは間違いないでしょう。商売上手なリバティメディアが F1 アカデミーから拡大していくにしても、時間がかかるのは容易に想像ができます。もしかすると100年かかるかもしれません。それまでの対策として、女性向けマシンのレギュレーションを変更して、例えばユーロフォーミュラーオープンが実施しているように、筋力差、体力差を埋めるべく車重を軽くするのは簡単にできて良いことかと思います。筋肉組織の精査は平均して男性は女性よりも 60% 多い総筋肉量と 80% 多い腕の筋肉を持っています。したがって男性の上半身の強さは女性よりも約 90% 高く、平均的な男性は 99.9% の女性よりも強いことが分かっています。また日本人に10歳のアスリートで比較しますと、体重も 82kg と 67kg で 15kg 違います。これは 15kg 分の筋肉、骨の差と言えるので、ドライバー込みの車重を 15kg 程度軽くするのは理にかなっているのかもしれません。その他筋力差、体力差を埋めるには、例えばパワーステアリングの採用です。パワーステアリングも電動で行えばさほど難しくないでしょう。フォーミュラーマシンは重量が軽いため、静止時のステアリング操作は軽く、一般車と違いパワーステアリングは必要ありません。メカニックがピットインするときにマシンのステアリングを片手で軽々と回しています。また走行中もステアリングを切ることはドライバーにとってそれほど苦ではないはずです。しかし高速コーナーでステアリングを切ったままの状態を保っているときに強烈な横 G がかかり、強い力で戻されそうになるステアリングを保つのはドライバーにとって相当きつい操作になります。周回最後の方になってステアリングを保持できない状況でコーナーのインにつけないドライバーもいます。いわゆる手アンダーです。ここに男性と女性の筋力差、体力差が出てしまいます。この車重を軽くすることとパワステをつけることで、男性と対等に戦える女性が増えてくるでしょう。そのような女性が増えてくることで、女性ドライバーの母数も増えてきます。本気で女性ドライバーを増やしたいのであれば、少なくともフォーミュラーリージョナルクラスから車重の調整とパワステが必要でしょう。早急に改善されることを望みます。ご視聴ありがとうございました。